こんにちは、コッパです。今回は FS-A1WX のベルト交換をします。前回、修理していた FS-A1F もまだ途中だったんですが、あっちのベルトの交換中にトラブルが発生しまして、部品待ちの状態です。ということで、2台買った MSX のもう1台を先に仕上げることにします。こっちの状態は、フロッピーディスクが読み込めないだけなので、おそらくフロッピーディスクドライブのベルトを交換するだけの簡単なお仕事ではないでしょうか。それでは始めましょう。前のオーナーさんはヘビースモーカーでしょうかね。かなり穴臭いです。ラベルが2枚とも残ってるのは珍しいですね。大事に使われていたのでしょう。さて、分解します。後ろの7本のネジを外します。前方の爪はすぐに外れますが、後方はかなり固めです。電源のこの位置から爪を外していくと、比較的楽に開けることができます。爪の付近にヘラの跡がありましたので、おそらく分解済みのようです。かなり派手な音がしましたが爪は無事でした。ケーブルごと抜けました。皆さんは真似しないでください。A1F はドライブとの接続はリボンケーブルでしたが、 WX はフレキになっていますね。フロッピーディスクドライブを交換する場合、 A1F でもピンやサインが違うのでリボンケーブルを編み直さないといけないのですが、こちらは編み直すこともできないので、変換基板を挟まないといけないようです。型番は EME213M、 A1F は EME212M だったので一つ新しいものですね。基板の形状もかなり変わりました。こちらはヘッドの調整ネジがないのでベルト交換は簡単です。モーター軸に劣化したネチョネチョのゴムが残っているので掃除します。カバーも簡単に開きます。グリスアップする箇所も分解せずにアクセスできるので、メンテナンスが簡単になってます。かなり改良されてます。ライトプロテクトの検出は光学式から機械式に変更になってます。何か問題があったのでしょうか。あちこちから切れたゴムが出てきます。掃除しましょう。私はまめにメンテナンスをするので、最近はゴムバンドを使わずにテフロンバンドを使っています。ゴムの方が耐久性はあるんでしょうが、劣化してねちょると掃除が大変なんですよね。可動部に入り込むと読み込み不良や故障につながるので、中古で買った FDD などは無理に動かさない方がいいです。テフロンバンドは伸びたり切れたりするだけで、劣化してもネチョネチョにはならないので安全です。安全性と耐久性を比べると一長一短です。無水エタノールを使ってネチョネチョを完全に取り除いてください。ゴムが少しでも残ってるとベルトが空回りして読み込み不良になることが多いです。地味な作業ですが割と大事です。真っ黒黒スケです。金属にこびりついたゴムは頑固なんですよね。嫌いです。
りがないのでこれぐらいにしておきましょう。バンドはこれを使いました。150本もいらないんで、もう少し少ないのがあったらいいんですけどね。動画の説明欄にリンクを貼っておきます。バンドを取り付けます。折り径は 90mm を使ってますが、滑るようでしたらもう一回り小さいものでも良さそうです。うちは 90mm で問題なく動いています。隙間が狭いですが部品を外すことなくつけれます。バンドを引っ張りながら隙間に滑り込ませる感じです。ねじれがないようにご注意ください。バンドの張り具合もちょうどいいですね。磁気ヘッドを掃除します。綿棒と無水エタノールで軽く撫でます。古いグリスを無水エタノールで拭き取ります。グリスはこれを使います。シリコングリスでもいいですが、高回転のサラサラの方がいいですね。値段もそんなに変わらないのでセラグリスでいいんじゃないでしょうか。動作テストです。パソコンでフォーマットしてテストデータを入れています。2DD のフロッピーメディアがお高くて辛いです。性能のいい 2HD の方が安いのは納得がいきません。読み込み、問題ありませんね。WX のキーボードの方が打ち心地がいいですね。スポンジは入ってないのでしょうか。書き込みも大丈夫ですね。WX はこれで使えるようになりました。ハードオフでたまたま見つけたこの2台ですが、ネットで調べてみるとよく改造のベースに使われる有名な機種のようです。この WX もしばらくノーマルで使ってみて、ゆくゆくは改造して一つ上の高みにアップグレードしたいですね。夢が広がりんぐですよ。チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援していただけると大変嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。またね。